刑の執行は毎朝5つ、今の8時に言い渡される。来た。本日はご沙汰はない。これはこの女牢だけの現象ではない。刑の執行がないと知ると、牢屋敷内全部の牢の囚人たちがどっと歓声を上げるのだ。その囚人たちの声は、大伝馬塩町、鉄砲町、小伝馬一丁目、道二丁目、通り旅籠町の一部、および小伝馬上町の大半に聞こえ渡った。ためにこの一帯の地代はただに等しかったという。さて、6人の女囚の調書に不審を持ち、その一つ、毒蜘殺人事件の謎を追って真犯人を割り出した大岡越前守の娘霞は、女族姫君お龍と名乗って再び女牢に帰ってきた。お龍だ。また前戻ってきやがったか。そう、お世話になるわね。どうしたの？ほっといてくれ。ほっといてったってあんた構わないで手出さないでおくれ。ほっといて悪い。本人がそう言ってるんだ。構ってやることはないさ。二人とも死にゃそれだけ牢内の風通しが良くなるってもんで。なんだよ、でっかい腹突き出しやがって。随分と目障りだって。それじゃおさん、私産みたくないんだ。お待ち。苦しんでる声が聞こえないのかい？早くお産婆さん呼んどいで。産婆。何グズグズしてんだよ。早く行っといでったら。しっかりするのよ。誰かこの中に赤ちゃんを取り上げたことのある人いないの？また余計なことしやがる。誰かいない？こんな牢の中で生まれたって育てることもできやしないよ。ほっといて死なしてやるのが慈悲ってもんだよ。おだまり。そんな慈悲があるもんか。赤ちゃん生まれて待ってるんだよ。さねえみんな、本当に誰かいないの？私が。おはんさんね、お願い早くなんとかしてあげて。君しっかりするんだよ。ほっといてくれ。見たくないんだ。生まれてこない方がこの子のために幸せなんだ。おだまり。幸せか幸せでないかは生まれてくる赤ちゃんが決めることよ。産婆だ。産婆だ。遅いね。産婆なんかいらないよ。もう生まれちまったんだから。君はいつもこれだよ。遅かった。男の子ですよ。おつるさん、男の子が生まれたのよ。ああ、よし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 。いい子ね。せっかく生まれてきたんだから、いい子に育つのよ。私がこんな風でなかったらもらって育てるんだけどね。ねえおはんさん、私にはあなたがこんなところに入るようなことをした人だってどうしても思えないんだけど。この女囚おはんは蔵前の札差しの囲われ者だった。
その札差しが死んだ後、おはんは娘のおなみと小さな店を出していありがとうございました。この振りじゃ今夜はもうお客は来ないかもしれないわよ。早じまいにしようかね。おはんさん、いい板前見つけてきてやったぜ。板前さん？いで挨拶しねえかい。秀之助って言いやす。よろしくお願いいたしやす。おはんさんな、昔は水屋に出てたんだが、その頃俺は暑くなって通ったもんだ。あっさり振られちまったがな。矢子さんとな。腕に法の字の入れ墨をした秀之助の素性は分からなかったが、ともかくおはんの店で働くことになった。思ったよりよく働き、おはん親子も気に入った。秀さん。はあ、もう来ても構わないんですか？今貝が煮えたんで持っていこうと思ってたところです。ありがとう。でもあまり食べたくないの。ちっとでも食べなきゃいつまでたっても病気は治りませんよ。食べます。おっかさんは？湯へ行きやした。そう。また降ってきたわ。あ、おかみさん。あ、ヒデさん、ありがとうよ。ちょうど矢五郎兄貴が見えたんで留守番頼んできました。あ、そうかい。ひどい雷だね。矢子さんは？あれ？留守番がいなくなっちまっちゃしょうがねえな。やめて！誰か！やめて！助けて！おっかさん！やめて！矢後さん！兄貴、何するんで？大丈夫かい？やろう。秀、てめえ！出てって！矢後さん出てってくれ！それで矢五郎はどうしたの？後で分かったんだけど、それもこれも全部2人が仕組んだ芝居だったんです。芝居だって？合図。あんたまさかこの子生まれちまったもん育てるよか仕方ねえだろ。そうやって一晩中抱いてたらくたびれちまうからさ、買ってやるよ。かしないね。よし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 。ああ、罪のねえ顔してるね。おっかさんみてえになるんじゃないよ。あ、どうしたの？やられちまった。え？おしっこ。おしめがねえんだろ。これかけてやんな。ちょっと臭いが我慢しとくれよね。2人の仕組んだ芝居と分かったのは七夕の日でした。秀さん、今夜お星様に何をお願いするの？さあ、今夜お星様を拝むと願い事はみんな叶うのよ。それじゃあおなみちゃんがもっと丈夫になるように。おなみちゃんは？私はね、私は
色紙足りないと思わない？そうだな。そう言われるとちょっと寂しいな。少し買ってくるわ。待っててね。うん。まあきれいにできたじゃないの、秀さん。おはんさん。何さ？実はやっぱりちめ言うつもりじゃなかったんだが、おはんさんとおなみさんがあんまり罪のねえいい人なんで、さすがのおいらも気がさしてならなかったんだ。まあ秀さんったら何を言い出すんだい？こないだの弥五郎の乱暴はみんなペテンでさ。え？弥五郎がおなみさんに乱暴しかけるのをおいらが助けていい子になり、そしておなみさんをおいらが手に入れ、ここにでーんと座り込みさえしたらあとはこっちのもの。秀さん、それじゃ。そのうち弥五郎も引き入れるっていう筋立てだったんでさ。言っちまってさっぱりした。これでお分かりのようにおいら悪事にかけちゃ海線山線だが、今度ほど気色の悪かったことはねえ。それじゃおなみさんによろしく言っておくんなさい。秀さん、弥五郎のやつはおいらがもういいというまでどっかで待ってるはずだが、何もう罪な真似はやめたっていやなんとかなりまさ。その日の夕方、弥五郎がやってきました。なるほど。確かにこのうちのことを奴に話したのは俺だ。しかしな、秀はこう言ったろう。このうちを乗っ取ろうって悪事を考え出したのは弥五郎だって。そうだろうが。そうに違いないんだろ。て大違いだな。その企みを持ち出したのはあいつの方だぜ。途方もねえ悪党ってのは奴のこったい。俺をそそのかしてあんな真似させやがったくせに、今時分になっててめえ一人が目白そうなんて。俺の言ってることが嘘だと思うなら、浅草のデブカメ親分、ヤシの親分だがな、そこ行って聞いてみるんだな。あの泣く子も黙るデブカメ親分でさえ、秀の野郎の悪党ぶりには舌巻いてるんだよ。おい、おはん、ひょっとしておめえかおなみちゃんが秀の野郎にもう。バカなことをおいでないよ。ならいいが、野郎が裏切ったとなりゃこっちももっきりやねえ。おい、ムカデ歩きって薬だ。ムカデ歩き？それをお酒や茶に入れて飲ませると100歩歩いて死ぬっていう薬です。そんな薬があるの？それもひどく喉が渇いて水が欲しくなるって言うんです。私はそんな気味の悪い薬はいらないって言ったんですよ。弥五郎は秀が来て私たち親子に妙な真似をしたら飲ませろって無理に置いてったんですよ。おっかさん。あ、おなみ。聞いたわ。秀さんはそんな悪い人じゃないわ。そりゃ前はどうだったか知れないけど、でも今は決してそんな悪い人じゃないわ。もしあの弥五郎が秀さんを殺しでもしたら。おなみ。おはん、
もう安心するがいいぜ。秀の野郎はな、二度とここへは来ねえからな。矢後さん、お前まさか。どうだっていいじゃねえか。言っちゃなんだがな、俺はこんなちっぽけな店なんかこれっぽっちも欲しいなんて思っちゃいねえんだぜ。よっしゃった。俺はな、近々仕官するんだ。仕官？おう、侍になるんだよ。お侍に？それもな、ただの侍じゃねえ。何百石って侍だ。その時はな、おめえを女房にと思ってるんだぜ。おはんの片様だ。悪くねえだろうが。いい加減におしいよ。おっとっと、そうだったな。いや、前はに一本つけてくんな。はいはい。おなみ、寝てなくちゃダメじゃないか。矢後さんの話聞いたわ。ああ、秀さんのこと？あんな矢後さんなんかの言うこと気にすることはないよ。そのうち秀さん帰ってくるから。これを飲ませるとな、100歩歩いて死ぬ。おっとっと、すまねえすまねえ。それが弥五郎に間違いなかったの？顔は杭にでも当たったらしく分からなかったそうですけど、入れ墨で矢後さんだって分かったんです。入れ墨？確か一代無法とかっていう入れ墨だったわね。秀之助は法の一時、弥五郎は秀之助を殺し、その弥五郎が秀之助に飲ませろと言ったムカデ歩きとかいう薬でそうなって死んだのなら自業自得。お奉行様だってあなたを獄門や打ち首にするとは言わないわよ。秀さんのことお奉行様に申し上げてなかったんです。どうして？秀さんのことを話すとおなみもお知らせ出されるんじゃないかと思って。あの子は体が弱いからそんなことでもっと弱ってしまいやしないかと。それじゃおなみさんをかばって秀之助のことはお奉行様に話さなかったの？ええ。それで今おなみさんは蔵前のご本宅のおかみさんに預かってもらってます。前から旦那の忘れがたみだから引き取らせてくれという話があったんです。もしかしたらその弥五郎のお酒にムカデ歩きを入れたのはおなみさんじゃない？だからあなた
秀之助のことはお奉行様に申し上げなかった。そうでしょ？お前さんに喋らなきゃよかった。お前さんにどういうわけか話したのが間違いだったんだ。弥五郎はそのうち武士になると言った。しかも何百億かの武士に。お龍さん、お奉行様には申し上げないで。私を下手人にしといてくれ。お波をこんなところに来させないでおくれ。お龍さん、お願い。お波のことは黙ってておくれ。ね。牛上息子お龍、詮索者に巻かれてません。秀之助のことは浅草のヤシの親分デブ亀に聞けばわかるか。お龍さん。親分、お客人です。客人？へえ。誰で？へえ。敷居打ちごめんなすってくださいまし。これは後藤家の親分さんでござんすか。お引き合い願います。ああ、客人、旅訪問ござんしょうが、気楽にお付きなさいまし。お言葉に甘えましてつかしていただきます。無様が引きつけまして失礼さんにござんす。向かいまする親分さん並びにお姉さんとは今日初めて御意を得ます。従いまして手前小国は江戸にござんす。江戸と申しましてもいささか広うござんす。これ一体何のまれで？江戸は八丁堀にござんす。手前兄と申しまするは八丁堀同心駒門戸之助にござんす。駒の旦那だと？名前の儀はお龍と発します。しがないもんでござんす。お見知りおかれまして万端よろしゅうお頼申します。いやい、人をコケにするのもいい加減にしろい。駒の旦那に妹様がいるかいねえか知らねえが、八丁堀同心の妹様がこんなふざけた真似をするかい。女房、ところがふざけてはおらんのだ。駒の殿、さどうぞ。旦那、それじゃあやっぱり妹さんで。まあ実はおめえに頼みがあってきたんだ。ええ、受けたまわります。おめえ秀之助って野郎知らないか？秀？旦那、秀の居所をご存知なら教えてください。あの野郎を見つけたらただではおけねえんで。何かあったの？ええ、秀之助ってのはどこの生まれだ？確か紀州だって気がした。紀州？国元に妹がいるとか言ってました。門戸之助、確か軽業小屋で殺された連蔵も紀州の生まれだって言ってたわね。はあ。お藩の事件に疑惑を抱いたお龍は弥五郎と秀之助の素性を追った。その弥五郎の腕には一代無法の入れ墨、秀之助の腕には法の一字、お玉事件で殺された連蔵の腕にも連の入れ墨。連蔵と秀之助の小国紀州は当八代将軍吉宗、そしてその烙印と名乗る徳川天一坊の出生地に結びつく。入れ墨と紀州の生まれとがまつわるこの謎の事件の解決はいかに。では